まだ開けてないのよ。見してほら、早く見せてください。そうしないとわからないです。お味噌みんな覚えてる？ちょうどね1年半ぐらい前につけたものです。すーちゃんが3歳の時に作ったやつ、ママと2人で。早く見して。これを開けたいと思います。目つぶってる。目つぶってる？ Go 3 2 1。おお。臭っ。臭い。臭いでし大丈夫かなこれ。結構カビが生えてるね。ちょっと大きすぎたかな。でも表面は絶対カビが生えるって書いてあったけどね。カビのところをね、根こそぎ取ったら食べれるって書いてあったよ。どうやって取ろうかね。この茶色い部分は取っていいのかね。あ、でも中すごいお味噌じゃん。あんまりいい匂いって感じじゃないね。このカビ取ったらいい匂いになるかな。あ、なんかでも綺麗なの出てきたよ。本当だ。ね。早く食べたいな。多めに。ちょっともったいないけどカビっぽいところは捨てようか。一応ね、白いカビは三膜酵母膜だったかな、なんかで食べれるって書いてあったんだけど、どうしよう。うまくできてたらいいね。あ、でもこの辺なんか綺麗なお味噌が出てきた。うん、美味しい。しょっぱい。全然臭くない。ちょっと熟成しすぎたのかな。めっちゃしょっぱいわ。あ、でもすごい旨味の塊って感じ。お塩多すぎたかな。ちょっとしょっぱいよ。しょっぱ。もう一回食べる。でも美味しいよね。奥の方が美味しいわ。どう？じゃあさ、せっかくだしさ、普通のお塩の2倍くらいしょっぱい気がするから2分の1の使用量で使ってみようか。せっかくだからね、やってみようか。スパゲッティ食べる？じゃあ、味噌クリームパスタ作っていくか。これから10個ご紹介していきます。イエーイ。冷蔵庫の中にあるものだけでできるかしら。すーちゃんもこの間キノコ食べれるようになったもんね。食べれるよきっと。水飲むしか食べるよね。ここはベーコンとキノコ、オリーブオイルとニンニクをキノコとベーコンにしっかりと焦げ目がつくぐらいまで強火で焼き付けます。急げ急げ、味噌を入れて、パスタの茹で汁でね。あ、クリームパスタにしよう。よいしょ。で、粉入れるよ。お味噌のまんま？失敗いるじゃん、すーちゃん。食べちゃおう食べちゃおう。いただきます。いただきます。いただきます。なんか眩しいね。うん、美味しい。やだ、すごい美味しいじゃない。美味しい？さっきのお味噌入ってるね。デリシャス。よかった。お味噌のままだったらしょっぱいって言われたけど、デリシャスマイルいただいたわ。ありがとう。かわいい。ママ。なに？ちょっとさ、すーちゃん今パパがさ、カメラマンやってんだけどさ、上手に。どんぐり拾ってきて見せてあげる。見して。ここに乗って。あー、かわいいじゃん。Thank you。パパが取ってあげる。パパうまく取れる？今日は豚汁とサバ味噌と、いい。あと味噌マヨディップにしようか。あ、いいね。これ豚汁ね。これお味噌汁にするから、まだちょっと今アク出てる間だから。で、これはサバの味噌にするんだけど、お味噌ってさ、あんまり高い温度でグツグツ煮込むと体にいい成分がちょっとさなくなっちゃうって言われてるでしょ。ある程度の味付けはうまみソースでやって、その上に仕上げにお味噌を入れます。そうすると味噌の風味も最後まで残ってるし、味噌の取りたい体への栄養素も残ってるからね。で、味噌汁もね、お出汁取らなくってもうまみソースで美味しいおつゆを作ってから仕上げに味噌を入れると味噌の風味がふわっと通った美味しい味噌スープになるから。お出汁取るの大変でしょ。だからお出汁は取らなくていいよ。うまみソースがあればね。うまみソース我ながらいいの作ったよね。作ったよ。
まだ全然届けられてないけど。届けられてないからね。早く届けたいな。パパお願いしますよ。担当の。今やってますからね。今日着物子に会えて楽しかったね。楽しかったな。一つ夢を叶えたもんね。今日は夢を叶えそう夢をね叶えるキャンペーンの第1弾のあれだったのよ。ちょっとしょっぱめのお塩。粒が残ってたんだよね結構。大豆のね。だから来年もやるから来年はもうちょっとお塩少なた。もう一めで。回食べる。お、好きだった。美味しくないパパ。美味しい。旨味の塊でしょ。味噌マヨネーズ作ってくれる？わかった。お味噌にこのままでもいいんだけどマヨネーズつける人はい。同じぐらいね。でくるくる混ぜてはい。しっかり混ぜといてくれる？また。これにお野菜つけて味見してもいい？これ混ぜたら。しっかり混ざってからね。わかった。でサバの味噌煮とこれも入れるよ。あと味噌スープにも入れるよ。お味噌ね、味噌スープの場合はね、この中にね塊のまんま入れてね、ちょっとしばらく置いといたら勝手にほぐれるから一生懸命あれしなくていい。こうやってやるじゃんよく。やるめちゃくちゃやるよそれ。これ全然やる必要なくてずっと置いとけばいいのそのまま。あ、そうなの。味見してもいい？いいよ。美味しい？美味しいって美味しいよって。食べる？味噌マヨね。これは子供受けする味だよ。美味しそう。美味しいね。美味しいでしょ？どうぞ。どうぞ。てててー。どうぞ。今日は味噌スープと根菜と豚が入ってます。サバの味噌煮です。野菜スティックには味噌マヨディップをつけてます。これ簡単で美味しくやってほしいんだけど、味噌とマヨネーズを大さじ1ずつあえて小さじ1のお砂糖を入れてます。食べよう。このお茄子は昨日おにぎりになってた甘味噌でこれも味付けします。これね、油をなじませてちょっとお水を入れて蒸し焼きにしていきます。美味しい。開けられない？ベイクドポテトネギ味噌のせ。この水？大丈夫？え？茹でたチャーシューの
噌ラーメン。ラーメン大好きお姉さんいますか？は今日は味噌ラーメンです。食べよう食べよう。いただきます。うん、美味しい。やば。あ、コーン入れようか。コーン味噌バターラーメンにしようか。い。いただきます。おいしい。お、かけすぎやって。はい、どうぞ。やった。パパ大好きだからあげて。これ全部食べてもいい？いいよ。ちょっとこれはやば美味しいよ。熱美味しいね。うん。超美味しいでしょ？絶対好きな味だもん、すいちゃん。リクエストにお答えして、今日はママが作ってくれた味噌につけた鮭とパスタにします。ほうれん草のクリーム味噌パスタ。美味しそうじゃない？では、いきます。ちょっとこの味噌を割った方がいいのかな。でももったいないね。ちょっとまずは今日は2人前だから、まあすーちゃんとパパだからな、これぐらいにしとくか。味噌入ってたらすごい美味しそうな気がする。鮭美味しいよね。パサパサしなくてジューシーなの。やっぱり味噌に使ってるからだね。美味しいね。ね。早速味噌の手羽焼きを食べます。可愛いの作った。あとママありがとう。仕込んどいてくれて。見て、ちょっと焦げたけど、これとお茄子と焼きおにぎりを食べます。ねえねえ、このおにぎりさ、保育園におやつ出てくるよ。ほんと？美味しいね、お兄さんのおにぎりね。すーちゃんも好きIs miso available in your country? Miso has many health benefits as a Japanese superfood and is an essential ingredient in our daily meals. It was my first time making it by hand, but I plan to make it again this year and making even more delicious. Today we introduce 10 miso dishes. I will share the recipes in Kimonoko Club cooking classes, so be sure to join. Thanks for watching. If you find miso at your local supermarket, give it a try and enjoy! Hi guys! Thanks for watching till the end. 動画の中でも少しお話しさせていただきましたが、私たちは今、きものこクラブという YouTube メンバーシップを運営しております。このきものこクラブでは日本の家庭料理のクッキングクラスをオンラインでお届けしております。もともとインスタグラムを使ってやっていた会員制のクッキングクラスですが、この度 YouTube メンバーシップでやることになりました。なぜこのきものこクラブをやっているかっていうと、今まで3年半かな、レシピを紹介させてきていただいて、すーちゃんと楽しく親子クッキングしていたんですが、実際にもっと確実に皆さんのお家で日本食を作っていただく機会を増やしたい、オンラインのクッキングクラスをやってほしいっていう風なお声もいただいていたので、このようなクラブを作りました。そして日本から届ける普段の生活や、撮影の裏側や日本ツアーなどライブや動画を通してきものこクラブに入ってくださったメンバーさんのリクエストに応じていろいろなイベントを企画していきたいと思っております。これからもきものマムときものマムファミリー、きものマムガールズスタッフさんのみんなで、皆さんにジャパニーズフレーバーを届けるために頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。クックブックを書いていたりとか、うまみソースプロジェクトとかもきものマムチームで動いていることがありますので、その最新情報などもきものこクラブでお伝えしていったり、メンバーの皆さんにちょっといろいろご相談させていただいて、一緒にきものマムを盛り上げていっていただけると嬉しいと思っています。では、きものこクラブでお待ちしてます。